マインの対戦における解説をしよう。彼は癖の強いイーズラフの中でも扱いやすい部類のキャラクターだ。一つ一つの技の性能は特徴的でも、戦ううちに誰でも自然と馴染むだろう。まずは彼自身の固有のアビリティ炎上について。特定の技を発動すると炎が地面に一定時間設置される。炎の上に立つと一部の技が強化される。左が通常、右が炎上効果での技だ。技の効果が変わっているのがわかるだろう。炎上を利用できる状況を作り出すのが勝利への鍵だ。技説明前 D。 マインの技で一番当てたい技から紹介しよう。相手がジャンプすると予想したら空中ガード不能のこの技を放とう。技が出るまで遅いがヒットした場合は一番ダメージが出る。ヒット時も初心者は C を連打する自動コンボで十分いい状況を作り出せる。朽ちる輪寸。マインの基本となる技で空中に弾がとどまるため相手の動きを制限できる。炎上時には2段攻撃になり強力な接近手段になる。空中でも使用可能だ。矢がしばらくとどまってから射出される。横に滑るように出せるので相手と距離を取りたい場合に使用可能だ。朽ちる輪寸ため。コマンド入力後ボタンをためることによって足元を這う飛び道具が生成される。遠距離で放てば一気に地面を炎上で染め上げることが可能だ。相手をダウンさせてから放てば有利な状況へと変わる。ヒット時は相手を長く拘束するため一気に距離を詰めよう。炎上しているためその後の固めも非常に強い。ヒットを嫌がって飛ぶ相手には前 D だ。この技が出せた時点で読み合いに有利な状況になるので積極的に使っていこう。式狩り。低姿勢になって相手に襲いかかる技だ。炎上も設置できるので相手の攻撃をかいくぐって自分のターンを作り出せる。ガードされたり下方向への攻撃には弱いので気をつけてほしい。空中板もあり当てたら相手を地面に叩きつけられる。奇襲などに使おう。ホムラ刀。他の格闘ゲームでいうところの昇竜だ。空中でも出すことができ長押しで2段目が発動する。無敵が備わっており相手の攻撃を無視して反撃が可能だ。ガードされると手痛い反撃を受けてしまう。失敗を恐れて出さないよりは失敗してもいいので暴れ相手に固めることのリスクを意識させよう。おなか。自分を中心に火柱を発生させる技だ。ヒット時の威力は高いが攻撃判定が狭く少し上級者向けだ。主にコンボ向けと割り切って問題ない。おそらく空中版の方が使いやすい。その場にとどまってから地上に落下する技になっている。このゲームは全員空中の相手に対して無敵の技が一つは最低持っている。いわゆる対空技で空中ガードも行えない。空中版ホナカはその対空をずらして攻撃が行える。もちろんガードされたら反撃されるがその場合は着地して投げればいい。前ジャンプからの読み合いを仕掛けていこう。燃え盛る炎。遠距離に巨大な火柱を発生させる技だ。逃げる相手に使うのはもちろん画面端より先に発生しないため端での固めに役立つ。ガードさせてもマインの方が先に動けるため有利な状況で読み合いが仕掛けられる。ここからの技解説は相手の固めを踏まえた解説を行う。相手を捕まえてもガードを崩せなければ意味がない。ガードを崩すための技を解説していく。しゃがみ C。 基本的な崩し技で飛び上がって攻撃する技だ。上からの中段攻撃で
立ち状態でしか防御できない。相手の下段暴れも避けながら攻撃できる。ガード後は反撃を受けてしまうが、炎上状態では逆にマインが先に動けるためガードが間に合い非常にリスクが低い。炎上状態でも対空攻撃には弱いが、その場合は下段攻撃のしゃがみ B や朽ちる輪寸を使えばいい。中段攻撃は格闘ゲームの基本の崩し技なので覚えておきたい。火花の羽衣、移動しながら相手を掴んで投げ飛ばす技だ。ガードが硬い相手にはどうすればいいか。この技はそれに応えてくれるだろう。通常投げと違って投げ抜けもない。壁に投げ飛ばせばそこから追撃も可能だ。ジャンプで避けられてしまうが、それは前 D で勝ってしまおう。基本の崩しはしゃがみ C と火花の羽衣で可能だ。この2つで崩しつつ対応してくる相手には別の技をぶつけよう。送り火双刃。ここからはゲージ技の解説だ。2ゲージを使用して通常より強力な技を繰り出せる。送り火双刃は横一直線に炎を叩きつける豪快な技だ。炎上も一気に設置できるので有利状況を作り出しやすい。距離によってダメージが変わり、近距離ヒットの場合は吹き飛ばし後壁に張り付く挙動に変わる。貨車の輪立ち、自身の周りに炎の渦を発生させる。無敵なので相手の攻撃に割り込みが可能だ。ダメージの保証が高く設定されているため、コンボの最後に使用すると効率よく大ダメージコンボが作れる。空中版もあり、ダメージを稼ぎつつ地上のコンボからの炎上設置状態まで持っていくことが可能だ。以上でマインの解説を終了する。複雑なことは考えず、距離が離れたら朽ちる輪寸、相手が飛びそうなら前 D、 飛ばないでガードしたらダッシュで近づいてしゃがみ C か火花の羽衣で崩す。これだけで十分戦えるはずだ。細かいことは後で覚え、まずは本能のままに技をぶつけよう。ではイーズラフを楽しんでくれ。